皆さんこんにちは、米子小町です。今日は浴衣初心者さん必見3つのポイントで浴衣をきれいに着れちゃうコツをお伝えします。それでは早速始めましょう。1つ目のポイントは裾です。くるぶしが隠れるくらいがベストです。2つ目のポイントは襟です。角度はお好みですが90度くらいがいいんじゃないかと思います。喉のくぼみが見えるくらいのところで真ん中で交差しましょう。3つ目のポイントはおはしょりです。帯の下から出てくる布なんですけれども、広すぎず狭すぎずこのぐらいの幅がちょうどいいと思います。シワにならずにまっすぐになるように意識しましょう。はじめに小物類はちょっと高いところにすぐしゃがまなくても手が届くところに置いておくと着崩れなく着れると思いますので、このようにしてあった方がいいと思います。しゃがんだり立ったりしている間に着崩れたりするので、すぐ手が届くところに置いてあるといいと思います。まず浴衣を羽織ったら先に背中の中心を合わせたいです。背中の中心を合わせるには襟をずっとスーッと持ってきて、最初に当たるここの縫い目見えますかね。ここですね。この縫い目が右と左にあるので、この右と左の縫い目が体の中心で合うように合わせます。そうすると背中の縫い目は真ん中になります。背中の中心が揃ったら、まず1つ目のポイントの裾を決めたいと思います。裾を決めるにはですね、まず襟をスーッと持ってきた襟先、この角っこ、襟の角、これを右と左揃えます。揃えたらちょっと手幅1つ分ぐらいのところを持って、そこと同じ高さの背中の縫い目を持って床と平行に上に上げます。床と平行になるようにスーッと上げます。こうなってもダメですし、こうなってもダメです。床と平行になるようにそのままスーッと上げます。上げたらそのままくるぶしが隠れるところぐらいまで裾の位置を決めますね。決めたらくるぶしが隠れるぐらいがちょうどいいので、決めたら襟を持ってる方の手を前に引っ張ります。そうすると背中を持ってる手は外しても大丈夫です。外したら右と左の布を持ってここの脇の縫い目をちょっとずらします。だいたいジーパンの縫い目になるようなぐらいがちょうどいいと思うんですけど、ずらします。この時にこうなってもダメですし、こうなってもダメですし、床と平行のままずらしてください。で、外側からは見にくいので内側から見て縫い目を確認してください。そしたら右手を中に入れます。着物は全部左が上になるように重ねますので、左が上になるように浴衣を重ねます。上前を重ねた時にこの脇の線とこの端っこの端の線がだいたい左右同じ位置に来てたら綺麗になるので、なるべく縫い目と端を
左右対称になるように合わせてください。合わせたら腰紐します。どう結んでもいいんですけど、浴衣が取れなければこの裾の位置が変わらない風に結んでいただいたら OK です。だいたい腰の位置で結んで、1回目のこの紐、ここに一緒にかけちゃうと取れにくいかなと思います。2回かけます。蝶々結びでもいいですし、片輪の方が多分ゴワゴワしなくていいと思います。この結び方でもいいですし、さっき2回かけた後にひねってこう挟める、蝶々結びできない人は挟めるだけでも OK です。で、腰紐したら裾の位置を見ます。くるぶしが隠れてるかなって確認して、ちょっと短いなと思ったらこの縫い目とこっちの縫い目と持ってちょっと下げるでもいいですし、長かったら腰紐よりも上のところを持ってちょっと上げる、そんなようにして調整してください。で、シワを取りますね。後ろ腰紐から腰紐の下から指を入れてちょっとシワを取って、脇線のところでちょっと折り返すときれいに畳めるようにしまいます。そうするとここのシワがすっきりするので、ここはちょっときれいにしましょう。今度は脇の下の穴に手を入れます。手を入れてこっちの下前を持ちますね。で、右手は上前を持ちます。ちょっと横に引きます。ずらしてもう一回横に引きます。最後底辺のところを引きます。そうするとね、体にちょっとピタッとくっついた感があります。そのまままた脇の下の穴のところ手通します。で、後ろに手を回してトントントンとトントンって落としてスーッてします。中はですね、こういう動きですね。トントントンってスーッ。そうすると布の縫い目が通って背中のおはしょりがきれいになります。次に2つ目のポイントの襟合わせをしたいと思います。まず背中の中心を下に引っ張って襟の抜き具合を確認します。たくさんこう抜くとちょっと色っぽくなりますし、逆にあまり詰めないとこう男性っぽく見えます。私はその中間の35度ぐらいがいいんじゃないかなと思います。で、襟もを抜いたら次は前なんですけど、両袖を引っ張ります。引っ張ってちょっと首元を広くしておきます。詰まって見えちゃうとちょっとこう苦しく見えるので、なので最初にこうしとくとちょっとゆったりとした着姿ができると思います。まず下前の襟から決めたいと思います。なるべく後ろもさっきも決めたので、もの角度ここを崩さないように角度だけ決めますよ。
ここは持ったまんま、肩は持ったまんま、この内側の脇の下から手を入れたここだけ変えます。角度、胸を越すとだいたい襟が90度ぐらいになります。首と肩のラインがこうなだらかになるように。あんまりこう襟が立ってるとちょっと首の長さが短くなって、首の長さが短く見えちゃうので、襟があまり立たないようにした方がすっきり見えるんじゃないかなと思います。肩に乗るようにつけてもらって後輪ベルトをします。中が帯で隠れる位置のところで後輪ベルトします。止めて折り返したいです。なぜ折り返すかというと、この下のおはしょりのところですけど、最初は二重になっているのでちょっと分厚いんですね。それを後輪ベルトをしたところで折り返して下前のおはしょりを上に持っていくとですね、この上前のおはしょりは1枚になってすっきりするので、ここの下腹のあたりが。なので後輪ベルトをしたら折り返して下前の余った布はちょっと折り返してこう畳むように処理してください。このまま平行に畳んじゃうとここの背中まで響いてしまうので、斜めに折り返すとちょうど背中のおはしょりの底辺とつながってきれいに整理できるので斜めに整理してください。その時にちゃんと襟は動かさないように。脇の下の穴から出して胴に背中を回して、今度は上前を留めます。上前も襟の角度を決めて、ちょうど喉のくぼみが見えて真ん中になるように襟合わせします。角度はお好みですね。こちらも首と肩がこうなだらかにつながるように体に沿わせてつけます。帯周りの位置になるところで帯の位置になるところで後輪ベルトを留めます。そしたら今度背中の背中心の真ん中に縫い目がこっち行ったりこっち行ったりしてるので、それを真ん中に持ってきて後輪ベルトの着物の間、浴衣の間に指を入れてシワを取ります。脇の縫い目のところでこう見えないです。折り返すときれいに整理できます。こちらも脇の縫い目のところで折り返して
この両脇の背中の浴衣を引っ張ると、ここを引っ張ると、ここの肩のこの襟のところがピタッとついてくれるので、襟合わせの時にちょっと浮くなと思ってしまった方は、ここでこう引っ張って肩の布をピタッとさしてください。それでは3つ目のポイントのおはしょりを整えたいと思います。腰紐を使います。先ほどのフォーリンベルトの留めた位置の上のところで腰紐を当てます。で、一周刺して、今度は後ろはちょっとバッテンにしてもらって、でおはしょり欲しい幅分だけちょっと残して2回かけます。で、ねじって挟みます。で、ちょっとおはしょりが斜めだなと思ったら、こっちを上げて、この紐と紐の間からちょっと引っ張ってまっすぐにしてください。背中のおはしょりもここの間から引っ張ってきれいにここを整えます。こっちもちょっと見にくいですけど、ちょっと引っ張って、ここがまっすぐにきれいに整ったら OK です。次にここがちょっとゴワゴワしますので、それに胸元も崩れたくないので縦締めします。帯の位置のところに縦締めを合わせて完成です。帯結びはまた次回の動画で紹介したいと思います。いつでも見れる教科書のような着物チャンネルを目指しています。この動画が参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。